今回は手書きのノートや手書きの手帳が良い3つの理由をお話ししていきたいと思います。皆さんスマホを持ってると思うんですけれども、スマホや PC とかで文字入力で記録をされている方が結構いると思うんですが、手書きにしないと本当にね、損してるので説明していきたいと思っております。このチャンネルでは手帳の使い方や iPad、マインドマップ等のノウハウを説明していますので、チャンネル登録をすることで多くのヒントを得ることができます。一つ目は覚えやすいですね。勉強の時にノートに書いて覚えるっていうことね、よくあったと思うんですけれども、覚えやすいってことに対していろんなね研究がございまして、ワシントン大学の研究によると、手で文字を書くというと触覚、このね手で書くっていう複雑な動きはキーボードでこうやって文字を打つ行為より脳のね複数の領域を同時に活性化するので、学んだことを深いレベルで脳に刻み込めることができる。パソコンとかこう文字入力をするより長期間に情報を保存できるっていった研究結果も出ているようです。で、ある研究では授業の内容をノートに書き留めるように指示された大学生の方がキーボードで内容を打ち込んだ大学生よりもテストの平均点が良かったという、研究結果がございます。で、実際にね、私がねこういうふうにこの作っている手帳なんですけど、これ普段の仕事とかプロジェクト管理がとってもね覚えやすいんですよ。つながってるんですね。いろんなことが全てこのプロジェクトだったら関係あることはもうこういう形で線でつなげていくんですね。そうすることによってシナプスがつながっているように、こういった形で線でつながって全体が見えて、私はこういうふうに書くことによっていろんなことがね、プロジェクトのこととかも覚えていることが非常に多いです。覚えてなくてもね、すぐにこうやって線でつながってるんで、この件だなとこうって見ればすぐにまた思い出せるので、本当に覚えやすいなと。出来事を覚えていることが非常に多いというのは、自分自身でもね実感しております。あとね、2つ目がワーキングメモリーを鍛えるっていうことなんですけど、手で書くことによって目で見て、それで位置を補正しながらっていうのをこの指とかでね、関節をたくさん使ってこう文字を書いていくと。そしてこちらの腕の方もね、こう動かしながら同時でね、いろんなことをしながらで書く内容、漢字なども自分で思い出しながら書かないといけないんで、もう本当にね脳をたくさん使ってるんですよね。東北大学加齢医学研究所の考察によりますと、手書きの場合は漢字をはじめとする文字を自分で思い出して書かないといけないため、前頭前野をフル活用させていると考察しております。そしてあと次にですね、この3つ目の目標達成の可能性が 33% も高いと。カリフォルニアあるドミニカ大学の方で研究されているようで、目標を紙に書き誰かに伝え説明し続けた人は達成の可能性が 33% 高いということを発見しましたと。この私の作っているフューチャーマップジャーナルのライフマップのページに、こちら私たちの300年後、そして私の一生、そして10年、そして今年という形でね、結構長期的な目標から今年まで、こういったところをね細かく書き出すことによって、で手書きでねアウトプットする欄を設けております。私もねこのいろんなことを目標を書き出して、でさらにねこの書き出したことをねいろんな方にも話をしているんですよね。私こういうことやりますとか、そういったところを言ってるので、今こう運動でね毎日筋トレしてるんですっていう話も結構、いろんな方に言ったりとかして、目標をね周りの人に言っちゃうことで目標を継続するようにこう話をしてるんですけれども、私のこのフューチャーマップジャーナルのポイントの一つは、目標を手書きして、その目標を何度もね目に入るようにして、で定期的に目標チェックをできるようにして、でいろんな人にね、私こういうことをやってますとか、こういうことを目指してやってますっていうことをね細々とねいろんな方に話をすることによって、さらに後に引けないっていうところも結構大きいとは思うんですけれども、私は本当に目標達成の可能性が 33% 高いっていうのは本当にね実感しております。このように覚えやすいやワーキングメモリーや目標達成の可能性が 33% も高くなるということで、手書きが脳にね
本当直接聞いて、こういった3つの良いことがあるので、高齢化社会にもなってきますし、ボケ防止のためにも脳を活性化するように iPad で手書き手帳を活用していきましょう。では、また。